あなたは誰かに殺されるかもしれない恐怖を想像できますか？遡ることおよそ42年前の1980年12月8日、アメリカのニューヨーク。夜遅く、とある高級マンションの入り口で銃声が鳴り響きました。両足を大きく開き、標的に狙いを定めて発砲したのはマーク・デイビッド・チャップマン25歳。銃弾は4発、狙った相手の背中や肩に命中しました。撃たれた相手はミュージシャンとして活動していた男。男はすぐさま救急搬送されたんですが、あえなく命を落としたんです。自分が何をしたのか分かっているのかと警察に尋ねられたチャップマン。すると彼は落ち着いた態度でこう答えたのです。俺はただジョン・レノンを撃っただけですよ。歴史上最も偉大なミュージシャンジョン・レノンの殺害事件。犯人はなぜジョンへ銃口を向けたのか。チャップマンを犯行へと導いた原因はある人物の言葉だったんです。朝起きたら YouTube のコメント欄マジで見てるよ。俺ケンちゃんです。レッド・イット・ピー、ユミミコです。本日皆様にご紹介するのは世界的有名なミュージシャンジョン・レノン殺害事件について。本当この事件がなかったらジョン・レノンまだこの世界に生きてて歴史に残る音楽を生み出し続けてたかもしれないのにって思う、今の時点で悔しい気持ちになってる。42年前に亡くなったんですけど、当時のね絶大な人気ぶりっていうのはねほんとすごかったらしくてですね、僕らはね生まれてないですけどね、そんな彼がですよ殺されてしまった理由、メトラの皆さんは知っていますか？もしね分かる方いたらねコメント欄で書いてみてください。まずはねジョン・レノンが銃で撃たれた場面から見ていきたいと思います。物陰から現れた男。遡ることおよそ42年前の1980年12月8日、アメリカ・ニューヨーク、マンハッタンアッパーウエストサイドの高級マンション、ダコタハウスに向かって歩いている男女がいました。それは世界的な音楽スターのジョン・レノンと妻の小野陽子です。レコーディングを終えた2人は愛車のリムジンを近くの道路沿いに止め、自宅へ帰宅するところでした。時刻は22時50分。12月にしては珍しく暖かい夜でした。2人はいつもマンションの中庭までリムジンを乗り入れていたんですが、この日は柔らかな風が心地よく歩いて帰ることにしたんです。妻陽子の少し後ろを歩くジョン。おしどり夫婦で知られていた2人からは幸せな空気が漂っていました。仲のいい夫婦ってイメージがあるわね。夫婦2人でねメディアに出てたんでね、自然とこうみんなはねそう思ってますよね。ジョンが自宅のダコタハウスの玄関に近づいたところ、突然背後から大きな声が聞こえました。ミスター・レノン。驚き振り返るジョン。するとそこには両足を大きく開き、ジョンに向かってまっすぐに伸ばした両腕で拳銃を構える一人の男が。男までの距離は約3メートル。ジョンが危険を察知するや否や、男は躊躇なく引き金を引きました。一発目はジョンの頭上を通過。しかし残りの4発はジョンの背中と左肩に命中したんです。いや、こんなに堂々と撃ったの？そうなんです。影からこっそりとかじゃないんです。キャー！何が起こったのか瞬時に理解した妻陽子は絶叫しました。助けてくれ。助けを求めながらダコタハウス入り口の階段を這い上がろうとするジョン。妻陽子はそんなジョンを抱きかかえ必死に声をかけます。大丈夫よジョン、大丈夫。ドアマンや管理人が駆けつけ、ジョンはすぐさま救急搬送されました。そして銃で撃たれてからわずか20分後の23時7分、ジョン・レノンは息を引き取りました。去年40歳の早すぎる死でした。犯人が使用した銃は人を殺すには十分な威力を持つ38口径のリボルバー。なおかつ殺傷能力が高い特殊な銃弾を使用していたため、ジョンの体に深刻なダメージを与えたんです。ジョンは病院に到着した時点ですでに心肺停止状態だったといいます。歴史は変えられないんだけどさ、本当やるせないわよ。犯人捕まってんの？その場でねすぐに逮捕されたんです。そして殺害理由なんですが、この犯人の男とジョン・レノンにはいろいろと気になるところがあるんです。ジョン・レノンを撃ったのはマーク・デイビッド・チャップマン。ハワイのホノルルで警備員をしていた25歳の男です。チャップマンは極めて普通の男に見えていましたが、彼の行動にはいくつもの不可解な点がありました。一つ目は事件当日の行動。なんとチャップマンは昼間に一度ジョンと接触していたんです。彼はダコタハウスの前でジョンを出待ちし、最新アルバムにサインをもらっていました。ファンを名乗ったチャップマンに対し、君が欲しいのはサインだけかいと気さくに対応するジョン。しかしチャップマンはジョンのファンではありません。ジョンのアルバムもその時の一つしか持っていないんです。自宅前で出待ちってそれマナーとしてどうなの？いいの？ジョン・レノンはですね、ファン対応がすごくて、いつでもどこでも気軽に気さくに対応してたみたいです。ジョンを撃った後のチャップマンの行動も不可解でした。なぜか彼は逃げもせずに自ら現場に留まっていたんです。警察が駆けつけるまで現場をうろうろしたり、座り込んで小説を読んだり。ずうずうしいなこいつ。その姿はまるで逮捕されるのを待っているかのようでした。さらに不可解な点は、逮捕されたチャップマンが隠し持っていた所持品。現場で行われ
た身体検査で発見されたのはなんと約100万円の大金。ハワイから来たガードマンの男がなぜこれほどの大金を所持していたのでしょうか。思えば普通は手に入らないような殺傷能力の高い拳銃を手にしていたことも解せません。そしてもう一つ、ジョン・レノンは殺される前からこのようなことを言っていました。俺はそのうち殺されるかもしれない。自分で自分が殺されるって思ってたんで、何か理由があるの？ジョン・レノンはですね、うん音楽以外にも別の活動にも力を入れていたんです。はいはい。その関係でジョン・レノンを目障りだと思う人もね、いたからかもしれないです。ジョン・レノンの活動。遡ることおよそ60年前の1962年、イギリス、彗星のごとく現れた4人組ロックバンドがいました。そう、ビートルズです。デビュー後、瞬く間にヒットチャートを総なめ。音楽の素晴らしさはもとより、彼らの存在は若者のファッションやカルチャーに影響を与え、社会現象になるほどでした。そして当時、世界の関心事はビートルズの他にももう一つあったんです。それは1955年から続いていたベトナム戦争。ビートルズのメンバー4人の意見は戦争反対で一致し、音楽を通して積極的に反戦メッセージを発信していたんです。テレビの普及に伴い世界中に流れる残酷な戦争の映像、同時にビートルズの反戦メッセージが込められた歌に心を打たれる人々が続出し、世論は戦争反対へと傾いていきました。ジョン・レノンは1970年にビートルズが解散した後も芸術家の妻ヨーコと共にさらに強く反戦活動を続けました。愛と平和を堂々と掲げる2人の姿は当時の若者に多大な影響を与えたんです。ジョン・レノンの反戦活動ってさ、どんなことしてたの？今のね、若い人がピンとこないかもしれないですし、僕もなんか初めて聞いたのは多分高校かなんかの英語の教科書なんですけど、ジョン・レノンのね、イマジンというね、曲、みんな聞いてることはあると思うんですけど、実はあれ、反戦を願った曲でもあるんです。その曲だけだと強い反戦活動とは言えないんじゃない？ではね、ジョン・レノンの反戦活動についてね、詳しく見ていきたいと思います。というわけで本日のメトラキーワード、ジョン・レノンの反戦活動について。ジョン・レノンは妻のヨーコと共に音楽やアートを通して平和推進や反戦活動を行いました。世界各国の大統領や首相に愛と平和の小包として贈り物を贈る、自費で作成したポスターを12カ国に貼り出すなどの活動で世界を巻き込んでいったんです。ジョン・レノンの反戦活動が広まった理由は当時のメディアの発達が大きく関わっています。著名な芸術家だった妻ヨーコと共に活動することでメディアが大きく取り上げる狙いもありました。こうして政治に興味のない世界中の人々の関心を集めたんです。確かにこんだけ影響力を持ってる世界的スターならそれはみんな耳傾けるわけですね。そうですね。平和のシンボルとなり絶大な人気を博していたジョン・レノン。しかしその一方で彼の存在が目障りだと思う人もいたんです。ジョン・レノンの死の真相。ジョン・レノンの死は世界中に衝撃を与えました。ダコタハウスの向かいにあるセントラルパークには毎日のようにジョンを偲ぶ大勢のファンの姿が。ジョンがいない世界なんて平和じゃない。どうしてジョンが殺されなければならないの。悔やんでも悔やみきれない早すぎるし、いつまでもやまない悲しみの声。そして次第にこう囁かれるようになったんです。ジョン・レノンは政府に暗殺されたのだと。ジョンが殺されたのはその影響力を疎ましく思った国家の差し金だと睨む人が出てきたんです。暗殺？じゃあ犯人チャップマンは誰かに雇われてヒットマンだったってこと？その可能性もね、あるんです。というのも暗殺と考えるとね、この事件の不可解なところ全て辻褄が合うんです。まず犯行前、チャップマンはなぜジョンにサインをもらっていたのか。これは暗殺する標的の顔をしっかりと確認するためだったと言えます。次にチャップマンが100万円相当の現金を持ち歩いていた理由。これは暗殺を依頼した人物からの報酬とも言えるでしょう。そして殺傷能力の高い特殊な銃を所持していた理由は雇い主から与えられた拳銃だったから。さらにはジョンを撃った後、警察が来るまでその場に留まっていたのは雇い主の身代わりになって逮捕されるように命じられていたから。はあ、なるほどね。それにしてもね、逮捕直前まで座り込んで小説読んでたりしてね、度胸あるっていうと言い方あれですけど、肝が据わってますよね。ではジョン・レノンが暗殺された具体的な理由は何だったのでしょうか。それはベトナム戦争をしていたアメリカ政府にとってジョンが非常に目障りな人物だったから。1971年ビートルズが解散した翌年にジョンは妻のヨーコと共にイギリスからニューヨークへ移住しました。そして反戦活動を行う2人を快く思わなかったのがアメリカの警察機関 FBI はジョンを厳しく監視していました。ジョンの反戦活動によりアメリカ国民は戦争を仕掛けている政府に批判的な意見を持つようになっていったんです。こうした背景からニューヨークで生活を始めておよそ1年後、ジョンはアメリカ政府から国外退去を命じられました。国外退去なんてよほどの悪人に出すようなもんじゃないのよ。アメリカではですね、アメリカに来た外国人が交通違反とかね、ちょっとしたこ
罪を犯すと命じることはあるんです。ジョンはアメリカ政府から睨まれていると知りながらも反戦活動をやめませんでした。次から次へと発信する大胆な反戦メッセージ、ジョンの影響で動かされる人々の心。そして1975年4月30日、アメリカがベトナムから撤退し、20年続いた戦争がついに終結。世界中の人々が喜び胸をなで下ろしました。平和を願っていたジョンの願いがついに叶ったんです。しかしこれは軍需産業で利益を得ていたアメリカ政府にとっては極めて不愉快な結果、より一層ジョンへの敵視を強めていたことでしょう。もしジョン・レノンの活動がなかったらベトナム戦争の結末って変わってたかもしれないってことだね。その可能性もねありますよ、もっと戦争がね長引いたり、ベトナムが今とは全く違った国になっている可能性も否めないです。この頃、戦争終結の他にももう一つジョンの願いが叶いました。アメリカの大統領が交代したことにより、ジョンの国外退去命令が破棄されたんです。そして1976年7月、ジョンはアメリカでの永住権を取得。永住権を取得してから5年連続でアメリカに滞在すると、アメリカ国籍を取得することができるんです。しかしなんとジョンはアメリカ国籍を取得する前に殺されてしまいました。国籍取得まではもう1年を切っていたところでした。あと1年なんてさ、なんか怪しくない？国外退去破棄とか関係なくさ、ジョン・レノンのことを恨めしく思ってる政府機関とかありそうじゃない？そうですね。しかしね、犯人のチャップマンが逮捕後に行った自白っていうのは、政府が絡んでいるとする説とは食い違っていくことになるんです。犯人の告白。陰謀論が過熱する中、ジョンを殺害した犯人チャップマンはこのような自白をしました。自分で考えて殺したと。この回答も雇い主の命令によるものとも考えられるんですが、警察が尋問を続ける中でまた新たな事実が浮かび上がってくるんです。お前は自分で何をしたのか分かっているのか。チャップマンは落ち着いた様子でこう答えます。ただジョン・レノンを撃っただけですよ。ジョンを殺せば有名になれると思ったから。しかしチャップマンが話したこの理由は本心ではありませんでした。そして警察が何度も尋ねると、チャップマンは怒ったように話し始めるんです。あいつが悪いんですよ。だってあいつがあんなことを言うから。あいつって誰よ？チャップマンがね、ジョン・レノンを殺害する理由を作った人物なんです。政府に雇われたヒットマンだと囁かれたチャップマン。そして確かに彼の背後には犯行を促した人物が存在していました。それはジョン・レノン本人。ビートルズがデビューして4年目の1966年、とある雑誌の取材でジョン・レノンのある発言が物議を醸しました。その発言とは、ビートルズはキリストより人気がある。ジョンのこの発言は世界中に広まり、ビートルズの曲を放送禁止にするラジオ局が相次いだり、ジョンに脅迫状が送られたりと深刻な事態に発展。ジョンが会見を開いて謝罪、釈明することでようやく騒動は収まりを見せました。しかしチャップマンは熱心なキリスト教徒だったこともあり、ジョンへの怒りを抑えられませんでした。常にジョンの発言を追うようになり、メディアの露出が増えるジョンに対して激しい敵意を向けたんです。極めつけはジョンが書いた自伝でした。愛する者に囲まれて億万長者で暮らすジョンと自分を比べ、心の底からジョンを許せなくなったんです。そう、殺したくなるほど。ジョン・レノンを殺害する直前のチャップマンは次のような様子だったんです。ニューヨーク市マンハッタンセントラルパーク沿いに立つ高級マンションダコタハウスを眺める男がいた。マーク・デイビッド・チャップマンだ。見た目ばかり飾り立てやがって。あの時の謝罪会見だってそうだ。ちっとも反省しているようには見えなかった。本当にムカつくやつだ。でも手に持っていたジョンの最新アルバムを見つめるチャップマン。するともう一人の自分が話しかけてくる。おい、そのアルバムをよく見ろ。あいつはファンでも何でもないお前にだってサインをしてくれたんだ。それを持って家に帰れ。金は持ってきた。ニューヨークで豪遊して帰るのも悪くない。チャップマンはもう片方の手でポケットの中の拳銃を触った。護身用だと嘘をつき合法で購入した銃。店員の声を思い出す。38口径の銃を持っていれば誰もあなたのことを笑ったりできません。一発で相手を倒せますからね。アルバムと拳銃を見比べ思考が止まった。頭の中に他の誰かが話しかけてきた。幼い頃押し入れの中で遊んでいた小人たちの声だ。あいつを殺せば世界中で有名になれるよ。銃には殺傷能力の高いフォローポイント弾が5発込められている。チャップマンは顔を上げ足を踏み出した。俺は無敵だ。なんだかなんかジョーカーみたいな感じね。ほんとそうっすよね。チャップマンはね、自分の中に潜む古代妄想をコントロールできなくなってしまったんです。そしてこのジョン・レノン殺害事件はどのような結末を迎えたんでしょうか。実はチャップマンは幼い頃から妄想的な統合失調症を患っていました。暴力的な父親から逃れるために押し入れに隠れ、想像の中の小人たちと話をして過ごしていたというんです。ニューヨーク州の最高刑である無期懲役の判決を受けたチャップマンは今でもウェンデ刑務所に服役しています。チャップマンの犯行動機は結局ジョンのキリストへの発言と彼の精神的な不安定さによるものだったと発覚しました。しかしもしチャップマンが行った自白自体が黒幕である彼の雇い主に操られてのものだったとしたら、ジョンが死んでから40年以上経っ
った今でも陰謀論の疑いが完全になくなったわけではないんです。妻の小野陽子さんは2020年メディアの取材でこのように語っています。ジョンは自分が殺されることが分かっていた気がするの。私たちは平和を目指して運動していたでしょ。それが原因で政府に殺されたんじゃないかって。